はい、ベネトン B195 のパート5です。ハーバート苦戦の理由。この年のハーバートは2回勝ったので、なかなかいい活躍をしたと思うんですけども、やはりシューマッハに比べると見劣りするレースが多かったです。シューマッハがナンバーワン待遇なので、しょうがないといえばしょうがないんですが、ハーバートが置かれた環境はどういうものだったのかっていうのを見ていきたいと思います。ドイツグランプリにて、ブレーキングでの安定感に欠き苦戦。ミハエルのマシンもそんな感じとハーバートは尋ねるが、いや全然とシューマッハ。その後、シューマッハがブレーキをブレンボと AP のミックスのものに変更したことを知る。ドイツグランプリ始まって、ブレーキングの時に車が安定しなかったそうです。だけど、シューマッハは土曜日から調子が上がってきたと。で、ハーバートがシューマッハに聞いてみたら、車は問題ないみたいな返事。で、よくよく調べたら、シューマッハはブレーキがブレンボと AP のミックスのものになってた。ベネトンのスポンサーとしてブレンボがついてるんで、まあ普通はそんなことしないんですけど、この時は何か AP の方がいいブレーキだったんでしょうかね。だからフロントがブレンボ、リアが AP とかそんな感じでミックスにしたんでしょうね。まずここでわかるのが、数少ない最新のパーツはシューマッハが優先的に使うってことですよね。私それよりも思ったのが、ブレンボがスポンサーでありながら AP のブレーキを使うっていうベネトンの判断がすごいなと思いましたね。もちろんブレンボに断りは入れてるんでしょうけども、車を速くするためであればスポンサー以外のパーツも使うと。とにかく勝つことが最優先だっていう姿勢なんだなっていうふうに思いましたね。でもこれは一例で数少ない新しいパーツが手に入った時はシューマッハが使ったというのは間違いないんでしょうね。で、ハーバートの言い分というか、今シーズン、僕は7回テストに参加したのに対し、ミハエルは27回やっている。マシンのセッティングはレースでするものではなく、テストで行うものなんだ。さらに、マシンがナーバスだったので、もう散々だった。ハーバートはテストの走行回数が少ないから、車を煮詰められなかったってことですね。7回に対してシューマッハは27回やってると。ここでちょっと思うのが、シューマッハってエースドライバーなのに、率先してテスト走行をやりたい人なんだなってわかりますよ。まあこの時代、それまでのエースドライバーなんてテストドライバーがやってよみたいな人もいましたから、シューマッハは全く違うんだなと。自分がガンガンやりたいと。で、ハーバートはテストの回数が少ないから、まあ自分は不利だったって言いたいんでしょうね。まあそれはその通りなんだと思いますけど、いつのテストの話かはわかんないんですけど、シューマッハがハーバートにほとんど譲って3日間のうちの2日以上かな、ハーバートに走らせたこともあるらしいです。だけど、その最後の1日の残りの時間、シューマッハが乗ったら、やっぱりシューマッハの方が早かったそうです。単純にテストの回数を比べれば不平等なんですけど、やはりどちらのドライバーが車のことをよくわかってるかって考えればシューマッハなわけで、シューマッハが優先になるのは仕方がないのかなと思います。問題なのは、ミハエル担当のエンジニアが情報を隠そうとすることだ。僕のエンジニアが聞くまで、どんなタイヤセットで走っているのか教えてくれないんだ。こっちが聞かないと、セットアップ状況なども教えてくれない。まあ、これも有名な話ですかね。ハーバートがちょっと早く走ったら、ハーバートはシューマッハのセッティングデータを見れなくなったって私は聞いてました。これちゃんと読むと正確には違いますよね。わざわざ教えてくれないだけで聞けば答えてくれるわけですよね。全然見せないのと聞けば答えるって、違うんで、ハーバートはシューマッハのセッティングデータを見れなくなったっていう情報が私の記憶では流れてたので、やっぱバイアスがかかってたんだなと思いましたね。シューマッハ側に悪意があるように情報が流布されているって言えばいいんですかね。で、これシューマッハをかばうわけじゃないんですが、前回の動画で紹介した通り、テレメトリーデータの分析であるとか、それに基づいたセッティング能力っていうのはシューマッハが抜群ですよね。シューマッハの目線からしたら、自分が提供したデータによって車が速くなって、それがチームメイトが恩恵だけを受けてるとしたら、積極的にはセッティングデータ見せたくないですよね。私だったらそう思いますね。これ実際はこのチームの中で働かなきゃわかんない話なんで、でも、シューマッハ側が卑怯なように情報が流れてたなという気はします。この95年当時、ベルガーはベネトンのマシンを見てこんなこと言ってます。コース上のベネトンの挙動はとてもトリッキーなんだ。もし僕があのマシンをドライブしたら、ちょうどジョニーが苦労したのと同じように、
ミハエルに対して苦戦すると思うね。ベネトンのハンドリングはほとんどのドライバーが苦手とするタイプ。これは翌年ベネトンに乗るってまだ決まってない時のインタビューなんですけど、まあ、ここまで思ってたのに、結局ベネトンに行っちゃったんですね、ベルガーは。自分には合わないってこれ明らかに分かってますよね。だけどベネトンに行ってしまったと。なんで案の定苦戦してしまったと。まあ F1 ドライバーといえども、何でも自分の思い通りにチームを移籍してるわけじゃないんだなっていうのも、ここでよく分かりますけど。でも客観的に見て、ハーバートは、置かれた状況に対して、まあよくやってるってことを言ってますよね。っていうことで、まあ見方によってはやっぱりシューマッハに対して有利、ハーバートに対して不利な状況だったわけですけど、ここで思い出していただきたいのが、この95年のベネトンの開幕戦の時の状況ですよ。今宮さんは開幕戦の時にこういうことを言ってます。勝てないかもしれない。やや不安げなシューマッハを見たのは初めてのこと。それくらい開幕前夜のベネトン全体が暗いムード。一発タイムは出せても、不安要素があったからだ。金曜午後にはステアリング系統が故障し、同日以後の走行を2台ともに中止。94年にドライバーズチャンピオンになったシューマッハですけど、95年もそれを守らなくちゃいけないわけですけど、開幕の時点では全く楽勝ムードはなかったわけですね。しかも開幕戦は勝てないかもしれないという雰囲気がチームにあったと。どう考えても特に開幕戦なんかは車はウィリアムズの方が良かったですからね。しかも開幕戦の金曜の午後にはシューマッハのステアリング系統のシャフトかなんかが折れちゃってコースアウトしたんですよね。で、危ないってことで2台とも走行を中止して、それぐらいシーズン当初のベネトンっていうのはすごい不安定な状況というか、チャンピオンになれるかどうかどころか、1個勝つのも大変という覚悟でレースをしてたわけですね。これ何が言いたいかと言いますと、要するにベネトンは2人のドライバーに車もパーツも全ていいものを用意できるなんて余裕はなかったってことですね。ウィリアムズみたいに最初から速い車があって、それを2人に平等に与えられるって状況ならいいですけど、そんな余裕がなければ、じゃあどうするかっつったら、エースドライバーを優遇して、何が何でも勝つっていうのが当たり前ですよね。なので、この年のハーバートは、ちょっと不遇ですけど、これが仮に、ベネトンが不安定な中で、二人のドライバーを無理やりに平等にしたら、どっちも戦闘力が上がらない、全然勝てないってチームになっちゃいますよね。まあ、なので、致し方ない処置だったのかなと思います。ハーバートはね、とてもいい人なんで、かわいそうだなと思いますけど、F1 のチームはね、勝つためにやってるんで、かわいそうも何もそんなことは言ってられないので。はい。これで、ベネトン B195 の動画は終わりです。はい。また次回もよろしくお願いします。